ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、大手ゲーム会社 UBI ソフトで起きているとんでもない炎上と崩壊の話題についてよ。現在、UBI ソフトではフランス本社で200人規模の人員削減が計画されているだけじゃなく、労働組合がブチギレて大規模なストライキに発展しているの。しかも、アサシンクリードを13年も支えたベテラン開発者が会社の方針に意見しただけで即解雇されるという信じられない事件まで起きているのよ。はぁ？ UBI って朝栗とか作っとるでかい会社やろ？ 200 人クビにしてさらにベテランまで追い出すとか、経営陣は頭にウジでも湧いとると？自ら会社を潰しに行っとるようにしか見えんのやけど。本当にその通りね。今日は UBI が強行しようとしている創造的なリセットという名の人員整理の裏側、そして会社批判とみなされて消された開発者の悲劇について徹底的に解説していくよ。これを知れば、なぜ最近の UBI がおかしいのか、その理由が全部わかるはずだから、最後まで見逃さないでね。創造的なリセットって聞こえはいいけど、要は邪魔な社員は消えてくれってことやろ？具体的に何が起きとるん？まず、事の発端から説明するわね。UBI ソフトは最近、フランスオフィスで約200人の自主退職による人員削減を計画していることが明らかになったの。これはゲームズインダストリー、ビズの編集長ジョン・ヒックス氏が入手した内部文書で発覚したことなんだけど、会社側はこれをラプチャー、コンベンションネル、コレクティブ、RCC と呼んでいるわ。RCC？ なんか必殺技みたいな名前やけど、中身はただのリストラやんね。そう。日本語では集団的かつ自主的な相互解雇協定ね。UBI インターナショナルというフランス本社の従業員が対象で、なんとこれパリ本社の全従業員の約 18% に相当するのよ。18%？ 5 人に1人おらんくなるってこと？それでまともにゲーム作れるわけなかろうもん。残された社員の負担がえぐいことになるのは目に見えとるくさ。その通りなの。すでに2つの子会社スタジオが閉鎖されたり、人数非公表のレイオフが行われたり、複数のタイトルが延期、キャンセルされたりしている中で、さらにこの削減案が出されたのよ。会社側は新事業モデルとコスト削減策の加速と言っているけど、現場からすれば泥船から突き落とされるようなものよね。コスト削減って言葉、経営者が自分の無能さを棚に上げるときに使う便利な言葉第一位やけんね。で、当然現場は黙っとらんやろ？もちろんだよ。この発表を受けて、フランスの労働組合は猛烈に反発しているの。最初に動いたのは、ソリデール・インフォマティクという組合で、1月22日に UBI ソフトパリ本社前で、すでに1日間のストライキを決行したわ。彼らは UBI が掲げる品質重視のリセットが、実際には従業員を犠牲にする焼き討ち的なものだと抗議しているの。焼き討ちって表現が物騒やけど、それくらい腹立っとるってことたいね。ストライキ1日だけで経営陣がビビるとは思えんけど。葵、鋭い指摘ね。実はこれだけじゃ終わらなかったの。1月28日にはもっと多くの組合が立ち上がったのよ。STJV、フランス経営連盟 CFE-CGC、フランス労働総同盟 CGT、プランタン、エコロジク、そしてさっきのソリデール、インフォマティクを含めた5つの労働組合が共同声明を出したの。おう、フランスの組合オールスターって感じやね。で、なんて言うとると？彼らは UBI の経営判断を場当たり的だと非難して、なんと3日間のストライキを発表したの。日程は2026年の2月10日、11日、12日よ。スローガンは、我々は UBI ソフトを愛しているからこそ、この状況に私たちは憤っているのだ、と。そして、全 UBI ソフト従業員による大規模な国際ストライキを呼びかけているわ。愛してるからこそ怒るか。経営陣にはその愛が1ミリも伝わっとらんのが悲しかね。というか、経営陣はどう反応しとると？ちゃんと話し合いとかしとらんの？そこが一番の問題なのよ。組合の発表によると、2026年1月21日に CEO のイブ・ギルモ氏がリモートワークの終了、スタジオ閉鎖、プロジェクトキャンセル、2億ユーロ規模のコスト削減を発表したんだけど、従業員たちはそれを報道機関のニュースと同時に知らされたそうなの。はぁ？自分の会社の首に関わる話をネットニュースで知るとかありえんやろ。経営者として終わっとる場合。労使協議会とかあるやろ、普通。組合もそこをついているわ。数日前に行われた労使協議会との必須協議では何も議論されていなかったって激怒しているの。
つまり、法律で決められたプロセスを無視してトップダウンで勝手に決めたってことなのよ。うわぁ。法律違反までして社員を切り捨てにかかっとるとか、完全に独裁国家やん。それで、信頼関係とか言うとったら、笑い草やね。組合の声明文がまた痛烈なの。経営陣は手を振りながら、労働者を軽蔑していますって。そして、1986年の創業以来、経営陣は、業界の原動力である労働者を見失っている、とも指摘しているわ。グーの音も伝正論やね。さて、ここから、さらに UBI の闇とも言える、あるベテラン開発者の解雇騒動について話していくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。あんたたちがボタンを押してくれたら、うちのやる気も上がるけんね。頼んだばい。それじゃあ、話を戻すけど、今回の騒動で特に象徴的なのが、リモートワークの強制終了と、それに反対した人の末路なの。ああ、最近多いよね。オフィスに戻ってこいってやつ。UBI もそれをやり始めたと？そうなの。UBI はコラボレーションと集団的ダイナミクスを強化するという名目で、全チームに週5日のオフィス勤務を義務付けたの。対面でのコラボレーションこそが AAA 市場で成功する鍵だって主張してね。はいはい、出た。顔合わせないと仕事できんっていう昭和のおっさん思考。リモートで成果出しとった時期もあったやろうに、なんで急に全部戻す必要あると？組合もまさにそこを批判していて、リモートワークのおかげでロックダウン中も会社は輝けたのに、経営陣はコロナ前の時代を嘆き続けるのをやめられないって言ってるわ。私たちは監督が必要な子供のように扱われているともね。監督が必要な子供って言えて妙やね。信用されとらんってことやもん。で、それに文句言った人が消されたって話？その通り。ここで登場するのがデビッド・ミショー・クロンプ氏。彼は13年間もアサシンクリードシリーズのミッションやクエストのデザイナーを務めた超ベテランの開発者よ。13年？朝栗の歴史そのものみたいな人やん。そんな功労者をどうしたと？彼はこの週5日のオフィス復帰命令に納得がいかなくて、自身のリンクトインに YouTuber のデイモン・キャシディの動画、なぜ企業は従業員をオフィスに戻すことを強制するのかをシェアしたの。ほう。ただ動画を紹介しただけ？UBI ソフトはコラボレーションを信じているという理由でオフィスに5日間戻したいようだが、おいおい、俺たちもバカじゃないし、なぜオフィスに5日間戻りたいのかはよくわかるよ。っていうコメントも添えてね。皮肉たっぷりで面白かけど、まあ普通の愚痴やん。これくらいで目くじら立てると？それがね、この投稿の翌日、彼は会社から呼び出されて、明日から3日間の無給の懲戒停職処分を通告されたの。理由は、会社の方針に関するパブリックコメントが忠実義務違反の疑いがあるから。はぁ？たった一言、SNS で愚痴っただけで停職？北朝鮮かここは。言論の自由もなしか？さらに驚くべきはその後よ。停職期間が明けて一時的に復帰したんだけど、そのわずか3日後の1月2日、彼は、本日、私は UBI ソフトから即時解雇されました、と発表したの。解雇？13年も貢献してきた人を SNS の投稿一つでクビにしたと？ミショー・クロンプ氏本人は、これは私の決定ではありません、と断言しているわ。詳細は話せないとしつつも、明らかにこの件が原因だと見られているの。彼は時間をかけて体制を立て直し、適切なタイミングで今後の対応についてお知らせしますと言い残して去っていったわ。信じられん。そこまでして社員を黙らせたいとか、経営陣は自分たちのやり方に自信がない証拠やん。恐怖政治で社員縛り付けて面白いゲームなんか作れるわけなかろうもん。本当にね。この一連の流れに対してネットユーザーやゲーマーたちからも辛辣な反応が相次いでいるわ。UBI はもう終わりだ。開発者を大事にしない会社に未来はない。朝栗がつまらなくなった理由が分かった気がする。上の人間が現場を理解していないんだ。ストライキ全力指示。経営陣は一度痛い目を見るべきといった声が溢れ返っている状態なのよ。そりゃ、そうなるくさ。ユーザーだってバカやないもん。中の人が不幸な状態で作られたゲームなんかやりたくないちゃんね。組合の人たちが言っとった私たちなしではゲームは存在できませんって言葉、経営陣の額に彫ってやりたか。組合の声明文の最後にはこう書かれているわ。公的資金であれ、何百人もの労働者の労働であれ、経営陣がやりたい放題できるわけではないことを理解すべき時が来た。
私たちなしでは UBI ソフトがビデオゲームをこれほどまでに征服し変革することは決してなかったでしょう。私たちは歴史であり、私たちこそが UBI ソフトなのですとね。かっこいい。私たちが UBI ソフトだって魂の叫びやね。それに比べて経営陣は責任について聞かされているが、いとも簡単にこの言葉を振りかざす人たちは自社の破滅的な経営の結果について一切の責任を取らないって組合に言われとるんやろ。ほんと、どっちが会社のこと考えとるか一目瞭然ばい。2月10日から始まるストライキがどうなるか、そして200人の削減案がフランス当局に承認されるのか、まだまだ予断を許さない状況ね。UBI ソフトがこのまま自滅の道を進むのか、それとも従業員の声を聞いて生まれ変われるのか、ゲームファンとしてもしっかり見守っていく必要があるわね。もしこれで UBI が反省せんでまた変なゲーム出したら、その時はうちが博多弁で罵倒しまくる動画出すけん覚悟しとき。それはそれで見てみたいかも。でも本当に良いゲームを作れる環境に戻ってほしいというのが一番の願いだよね。ということで今日は UBI ソフトで起きている大規模リストラとストライキ、そしてベテラン開発者の不当解雇という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？経営陣がひどすぎると思った人も、これも時代の流れなのかなと思った人も、ぜひ今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。